ちゃんとですね、上も開きます。やっぱホンダってエンジン屋さんですね。これですよね。あ、もうこれになるとすんごいショートストロークですね。とってもエンジンも素直に回りますし。はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井優希です。今日はなんとですね、こちら初代プレリュードからですね、5代目のプレリュードまで一気に乗らせていただけるというですね、プレリュード特別試乗会を茂木で開催していただきました。実はですね、6代目のプレリュード2025年発売となる予定ですけれども、この試乗はまだお預けなんですけれども、改めてですね、この歴史を振り返ることで2025年の期待を高めていこうというですね、メディア向けの試乗会に参加しております。貫かれている部分と新しくなっている部分がすごく面白かったですし、っていうのをですね、この後にご覧いただけたら嬉しいです。今日も最後までご覧いただけたら嬉しいです。チャンネル登録と高評価で応援してください。はい、それではですね、いよいよ1台目に乗ります。すごい可愛い、めちゃくちゃ可愛い。ここもですね、シルバーになっててね、今の車もこれでいいんじゃないかな。別にフラットサーフェイスだし、これこのままね踏襲してくれればやりやすかったのになんて思うぐらい、わあ可愛い。このミニレーザー、このぐらいのデザインの車になると、番組でもたくさん乗らせていただいてますけれども、もうねスペシャルなんですよね。スペシャリティカーってことを感じさせます。どうですか？ちゃんとですね、上も開きます。シートベルトもですね、めちゃくちゃ可愛いです。ただし暑い。さあ、そしてインテリアこんな感じです。もう結構ですね、しっかりとメカメカしくて、もうここもねスペシャルを感じますよね。とっても可愛いですよっすごいですよね。やっぱコレクションホールって本当にすごいなと思うんですけれども、しっかりですね、この稼働できる状態で保管されているというのがやっぱすごいですよね。ちょっと大切な車なのでドラポジめちゃくちゃしっかり合わせますけれども、ドラポジも取りやすいよね、やっぱりね。この時代のやつってね、不思議ですよね。すごくこうね、電動でもないからフィックスしているエリアがすごく少ないのにもかかわらず、ミラーのスイッチもここにあって、嫌だ、かわいい。ちょっとこういうケーキ類とかね、あんまり触りすぎると今回怒られちゃうんですけど、こういうのがあったりとか、 LR スイッチがあったりとかね、ルーバーがあったりとか、そして CVCC ですよね。なんと車重が915キロしかないっていうね、非常に軽い車でもあります。いやーかわいいな。パワーステアリングっていうね、ここに入ってるんですよね。はい、行ってきます。うわスムーズ。素晴らしい。なんたる状態。これやばい。あ、すごい。色あせないというか、鮮烈にちょっと今鳥肌立ちました。なんだこのエンジン。軽いからか。いやーやばい。今日ね50キロしか出しちゃいけないんですけれども、うわー売れるわそりゃ。これすごいすごい。あ、もう今めっちゃ欲しいこれ。足もめちゃくちゃ滑らかですね。うわー、これはコレクションホールの皆さんのもうね、すごいこのご尽力が分かりますよ。シフトもめちゃめちゃ滑らかだし、スイーンって入りますね。スイーンよ、スイーン。で意外と足がなんかたゆたうような感じではなくて、意外と足がですね割とねフラットなんですよ。これも面白い。うわースポーティーだ。気持ちいい。かわいい。ちょっとこれはね、やばい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 。ついちょっとね出しちゃいそうになっちゃいますねこれは。トルクバンドもしっかり太いです。意外と今このまんまこの速度でちょっとねあれだけど4速でいけちゃうぐらい。これは気持ちいいや。あっという間に時間が終わっちゃいそうだ。すごいすごい。初代プレリュードってこんな偉大な車だったんですね。うわ
ハンドルがねパワーステアリングなんですよ。でもすごい重捨てに見えて全然重くない。めっちゃまったりしてる。さあこれね、ホンダマチックというのが初めて採用された車になりますし、またですねCVCC エンジン搭載ということで、あともう一つトピックスとしてはですね、日本車初の電動サンルーフがついたということなんですね。なのでガラスルーフがしっかりとついております。ここにねこの手動のフラップがあるんですけれども、だからね本当にこうスペシャリティカーというか、日本がやっぱりデートカーとしてねこの車を求めていたっていう時代背景の中で生まれてきたというのがこの初代の、プレリュードになります。いやもう終わり、かわいいな、辛いな終わっちゃうのが。ほらだからねこうやってこうハンドリングしていく時とかもチロンチロンって戻るんですよね。すごいよね。ロックしましょう。かわいいですよね。今のホンダのシフトスイッチみたいな。はい、ここもですねフラッシュサーフェイスになっていて、もう本当にねこのドアでいいんじゃないかって毎回思うんですけれども、はい、非常にドアも長くて、ロックしましょうがはい、試乗しましょう、ロックしましょうが、継承されております。そしてはいちょっとね3代目以降に続くようなシートの形状になりました。もう割と現代っぽいですよね。すごくスペシャルな感じになってます。マットが時代を感じさせる。なんだっけ、ピエール・カルダンみたいな、すごい可愛いですね。さあ乗りますよ。さあそしてうわー、メーターがめっちゃ未来じゃん。この時代ですよね。だから人類がね宇宙に出てすごくね宇宙のデザインっていうのをですね意識した時代だからナイトライダーみたいなね時代の衣装っていうのがこの時代の車にブワーって入り始めるんですけども、そういうのをすごく感じます。でしかもねかなりメカメカしいんですけれども、ほら車速設定とか時間車とか距離とかね、やっぱりね走行に関するインフォメーションっていうのがあるんですけど、それが全部こんな細かくねすごくお金かかってますよね。はい、そして5速の MT になっております。うわー、ステアリングもね、これ何仮面ライダーみたい、仮面ライダーとかいうのがね、それからリジウム加速セットとかね、うわーこれは見どころあるな、2代目見どころあるな、すごいですね。さあというわけで、実はですねこれパワーステアリングって書いてるんですけれども、パワーステアリングじゃないそうでちょっと重たいんだそうです。まあねこういう時代の車ってやっぱ保存状態でいろいろあると思うので、そういうね注釈を今いただきました。おおまたこれもよく吹けますね。すごいいいな、エンジンの調子がすごいいいな。やっぱホンダってエンジン屋さんですね。はい、ちょっとねクラッチのミートの位置が分かりにくいんですけど、うわすごいねふわんって吹けるので、そのまま足していけば走り始めるとね意外とイージーですね。そしてちょっとさすがにそうか重たいですね。で通常であればおそらくもっとねステアリング軽いんですけれども、ちょっとこれはですねパワーステがついていないというものなんですけど、パワーステアリングとは書いてあると。1984年に発売となりました2代目でございます。これ実はですねデザインがすごく男っぽいんですけれども、これなんでかというと初代がすごい女性人気が高かったんですって。で実はですねその男性ユーザーがものすごい少なかっただそうです。なので初代のその女性に、もちろんですねその女性に売れるのは嬉しいんだけれども、男にも乗ってもらえるプレリュードを作ろうということで、この、2代目のデザインのモチベーションにしたというのがトピックスです。それ以外にですね、いろんな技術も新しいものが使われていて、もちろん CVCC エンジンもそうなんですけれども、5速 MT を採用していたりとか、パワーウィンドウをねもう採用していたりとか、それからやっぱり2代目といえばですよね、日本初の四輪 ABS が採用されました。重い、熱いすごい熱い中でこの重捨てはしんどい。結構これはストロングな車ですね。この北コースの茂木の北コースのですねハンドリングがめちゃくちゃしんどいです。四輪 ABS 今日はね全然使わないと思いますけれどもですね、いやーちょっとこれはね重いですが、
乗り味的にはこっちの方がやっぱちょっとねスポーツカーというかソリッドになったなっていうような感じがして、なんかそれもですねそのサスペンションというか車重の変化もあるんでしょうね。って言いながらこの車もまだですね1トン切っております。990キロね、このぐらいの時代の車いいですよね、軽くてね。けどよいしょよいしょ、エンジンはとってもいいんですが、よいしょこれちょっとタフですね。汗かいてきちゃった。さあ最後の難関のヘアピンいきます。いやでもねこの吹き上がりの良さ、その CVCC のエンジンもこう極まってきたなという感じもして、非常に滑らかですよね。これちょっとね終わってくれたっていう感じがします。さあそれでは3台目になります。もうこれになるとですね、これあれですよね、小木さんが乗ってたやつですよね。いやーこれからですよ。もうプレデュード黄金時代を象徴する3代目リトラで、それからもうね薄いボンネットで、それからもちろんガラスルーフもついていてみたいな、もうザ・プレリュードみたいな感じです。ドアもね相変わらず長いんですが、これですよ、このシートですよ。この名物のこのシートね、とりあえず乗るね。でやっぱなんかねメーター系はどんどんシンプルになっていきます。部品点数も少なくなっていって、3台目になってくるとちょっとシンプルになってくるかなという感じです。これじゃない一発これじゃないですか。見えますか見えてないね。プレリュードといえばですよ、これですよね。これですよね。本当にやりたいやってみたい。ここにですねシートのバッグを倒すレバーがあってパンって倒れるといったようなデートカー仕様でございます。今出すともしかしたら嫌なもないです。さあ行きましょう。ここにもエアコンがあるんだ。全然効かないけど。うわー滑らか。でもやっぱりこのホンダエンジン味っていうのはこういう感じなんですね。乗ってくると CVCC からの進化っていうのがすごいよくわかりますね。本当になんかちょっと BMW に似てるのね、エンジンの特性が。これ正しいかどうかわかんないですけど、個人的な感想ですけど、初期の吹き上がりのふわっとしたその繊細さっていうのがちょっと今の BMW エンジンにも通じるような感じの滑らかさっていうのを感じますね。さあ直用の DOHC エンジンになりました。こちらの3代目のプレリュードでございます。1987年に発売されました。そしてここからですよね、世界初の四輪操舵システムが搭載されています。さあというわけで四輪操舵システムが入っているということをちょっと味わいながら角を曲がってみたいなと思います。結構しっかりとした、角なので確かにわ切れちゃう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 怖い四輪操舵システム、今はですね各自動車メーカーが特にね欧州モデル AMG とかもですね開発している、スポーツカーにはね欠かせない性能となりましたけれども、なんと世界初に搭載されたのはこのプレリュードだったということで、低速ではですね逆位相に切れて、角を曲がりやすくしてくれるっていうシステムなんですけれども、これがでもねこのぐらいの速度だと意外と慣れたら楽ちんかもしれません。もっと最初ねだからおおって言った時はもっとねナチュラル感がなくて結構グイって後ろが回してくれるというかね逆位相にしてくれるのでフロントがギュッて入っちゃう感じがあったんですけれども、意外と速度によるかもだけどもう慣れちゃった。こういうところか、もうちょっとグイってそうこういうところです。切る前の方がちょっと今ちょっと知らない動きしたぞ車がっていうような感じになるので、こういうとこ切り始めの方がブルブルみたいな、こういう不自然さ、言うなればその開発の途中の不自然さみたいなところがどんどん洗練されてきて、今の技術につながっているっていうことを思うと偉大な一歩だったんですよね、やっぱりね。
あともう一個気になるのはちょっとブレーキがね割とカクンってなるので、そこもまあスポーツカーらしいといえばらしいところかな。だからこうやってこうだるーっとねゆるくそのステアを車重に合わせて、この荷重でステアを切っていくと、この四輪相談システムの不自然さっていうのがあんまりわからないんですけど、急にほらこうやってキュッて切ろうとするとあれみたいな、こうなんかちょっとこう後ろとこう前がこうガクガクってなっちゃうみたいな感じの不自然さが生まれる。面白い。でもこれが技術だと思うと、逆に今の私みたいにこれの逆走打感を味わいたいって思っちゃうかもね。やっぱりね、まあ、それだけやっぱり成熟した技術になったってことですよね、今のが。そんな気がしました。そしてこのねシートもそうですけれども、2代目から踏襲されて、非常にですねエッチな車でございます。またこれね赤も相まってねちょっと眩しいですから閉めますがはい、とってもこのガラスルーフとも相まってスペシャル感がある車でございます。すごいすごい。でこうなるとね、ここまで来るともう試乗車もオートマになってました。さあそしていよいよ4代目となります。実はですね4代目がほらこのように初めてですね、歴代で初めて筆記体のしかも小文字を使ったというブランドロゴが使われたモデルなんですよね。でここからやっぱりですね少しアメリカ顔というかね、北米顔みたいになっていきます。これでですねちょっと販売が落ち込んでしまうというですね悲しいモデルでもあるんですけれども、でもやっぱいや綺麗なんですよね。今見るとこの歴代ですねガラス、リアガラスとリアデザインがやっぱりすごくですね個性的なのがこのプレリュードっていうモデルなんですけれども、ここからちょっとやっぱりねテールデザインが変わっていきます。近代の車になっていくといったような感じです。さあそれでは乗っていきますね。軽っ、すごい。ドアが長いのにすごい軽かった。はい、そしてさあウィンドウのですねこのギミックもとってもメカメカしいです。出た、なんか意味のわからないこの時代ならではの柄。どこのメーカーもねこの時代のシートって謎の柄が織り込まれてますけれども、すごい時代を感じるし、ちょっとシートはやっぱりいいな。さあ乗りますね。そしてシンプル、すごい。急にシンプル、めちゃくちゃ先進的になりましたね。メーターがすごく細くなって、やっぱりねこれボンネットがめちゃめちゃ薄いので、こういうね細型の横、曲線基調みたいな似合いますね。なんで売れなかったんだろう。すごいねこの辺も包み込まれるような結構厚みもあって、しかも涼しい超涼しい。なんかいい車ですよ。そうなんですよね。この時代ってね一周回って、今見るとほらここにスピーカー入ったりとかして、今見ると良かったりするんですよね。不思議ですよね。でこれになると MT なんだ。MT だったつながりがとっても素敵。もうこれになるとすんごいショートストロークですね。もう1個前になるから、そうか前の3代目が AT だったので、2代目からの進化みたいな感じでMT が飛び抜けちゃってるんですけど、自分の中ですごいショートストロークになってる。めちゃくちゃスポーティー。もういきなり今のシビックにタイプ R にねつながるようなぐらいのショートストローク感がありますね、ちゃんと。はい。カクってなるね。カチッとなります。はい、というわけでこの時代からですね91年に発売されました4代目になります。もう近代の車だわ。もうかなりですね快適装備ももう完璧になりまして、もうエアコンも超よく効きますし、またですねここからですよ VTEC です。 VTEC エンジンになりました。というわけでめちゃくちゃパワフルですね。もうずっとパワフルなんですよ。めちゃめちゃトルキーでずっとパワフルで吹き上がりがいいっていうのは共通しているんですけど、ただねこのエンジンぐらいから
その VTEC になったからだと思うんですけれども、少しですねその加速の際のタイムラグみたいなのが少し生まれるようになりました。やっぱりね排ガス規制とかがどんどん厳しくなっていく時代背景の中でですね、この車に求められた要件っていうのが今までみたいにですね、ただただそのね気持ちよさのために燃料を消費するっていう時代ではなくなったっていうところが、すごく時代の進化として面白いところです。だからこの、3代目と4代目の間にこのエンジンの吹き上がりっていう意味で言うと、少しですねやっぱり VTEC になったことによって、すごくねトルク、逆にその下側のトルクはすごく濃くなったような感じがするんですけれども、進み出しの軽やかさっていうのがねなくなってきます。この辺になってくると装備もどんどん充実してきまして、そうか、車中がもうですね2000キロをこの時代で超えてるんですよね。でこれまでがですね1900キロとかなので、ちょっとですねここで大台に乗ったよっていうところもあるのかもしれないです。少し重さっていうのをねやっぱり感じるし、そのプレリュードの軽やかさっていうのをもし先代オーナーがね3代目のオーナーが求めていたんだとしたら、ちょっと鈍重になったなっていうふうに思ったのは仕方がなかったのかもしれませんね。室内とかこのね近未来感、宇宙感っていうような感じの見た目のデザインに対してやはり少しですねその時代規制というかね、その時代のそのエンジン、乗り物としての魅力っていうのは少しそがれたのかなという感じもします。ただやっぱりこれをずっと乗ってきて思うのが、そのボンネットが低いからめちゃくちゃ見渡しいいですよね。ちょうど2代目にその超っていうのがね、超スーパーの超ねが11個つくね、開発をしてきたっていうんですよね。超11って言ったかな、超11って言ったかな。でその、超薄型ボンネットとかね、超見切りとかね、超視界とかね、そういうのをテーマにね2代目が切り開いてきたパッケージの良さっていうのは、しっかりと踏襲されているかなというような感じがしますが、そうですねそのクリアさっていうのがちょっとここで失われたっていうのがわかるね。はい、5代目プレリュードです。ちょっとですねこの辺にも警告灯がつきまくっていてですね、電子制御系があんまり使えないということなので、普通の車になってるかなとも思いますけれども、さあとはいえですね5代目でございます。こちらタイプ S になってます。はい、なのでちょっとねインテリアとかもタイプ S っぽい感じがもう入ってるんですけれども、5速の MT でございます。私これ欲しかったんですよね。これが欲しくてね。後ろもちゃんとしっかりしたゴージャスなシートが入っています。そうそう、ここにね灰皿があってね、そしてカセット、アコースティックフィードバックシステムホンダ。あとですね意外とこういうところにですねカーボン調ね、これもタイプ S だからっていうことなんですかね。さあというわけで5代目でございます。実はですね販売面では結構苦戦してこのままプレリュードが消えていってしまうきっかけになった車となっているので、ちょっとね残念なところはあったんですけれども、今はですね乗らせていただいているのは最上級のですねタイプ S でございます。さあ行きますよ。今回ですね実は50キロっていうねサーキットの速度が制限されているので、ちょっとね試乗の仕方が割とちょっと限られてはしまうんですけども、わースムーズ。さすが 2.2 リッターですね。めちゃめちゃパワフルなんですよねこのエンジン。本当に滑らか。ただですねこの車装着はされてるんですけれども、実はですねちょっと故障しちゃってて使えないといったようなちょっと残念なね機能、やっぱりね5代目のプレリュードといえばの ATTS ですよ。これがね使えないみたいなんですよね。なので、ちょっとね残念ではあるんですけれども、ATTS が搭載されましたプレリュードだったということです。いやーでもこれは今思ったらいい味にもうなっているんですよねこれ。すごいフラットだしすごい気持ちいいです。いや私結構これ好きかもです。ちょっとこの時代のプレリュードは私いいかも。とっても気持ちいいかも。
しかもトルクバンドもしっかり太いですね。今ちょっと3速に落とさないで4速のまんまコーナーにちょっと入ったんですけれども、それでも下からしっかりとねぐわっとトルクが出ます。うわー好きそしてものすごいこうノーズの入りがしなやかなんですよね。そう、だから、4WS が、継続的に採用されたのもこの5代目の特徴と言えます。4代目で好評を得たですね、それまでのプレリュードとしての性格というのをですね、4代目の失敗をですね立て直すべくいろいろと工夫して、そのなんて言うんですかね、そういう工夫はされていて、この5代目っていうので起死回生を図ろうとしたんですけれども、販売的にはちょっと時代背景もね相まって、ちょっと振るわなかったといったようなモデルになります。ただその4代目の反省点を生かしてかなりですね鉱石がゴージャスになっている。特にねこのグレード最上級になるので、これだとですね余計にそういうところあるんですけれども、非常にですねゴージャスです。でいろいろとこうなんでだろうな、こうデザインなのかな、今見るとすごい味には見えるんですけれどもなんかその不審の理由っていうのがちょっとね今見ると分かんないなって思っちゃうぐらい、とってもいいモデルだなっていうふうにも思います。とってもエンジンも素直に回りますし、もう終わりか、寂しいな。はい、それではちょっとそうでもねやっぱねこの歴代見ていくとやっぱね3代目以降から少しねなんかやっぱり勢いがなくなっていくというか花がなくなっていくというか、そういう感じがねやっぱりねあるんですよね。不思議ですよね、車ってね、なんかオーラがあるというか。さあそれでは新型プレリュード改めて内装を見ていきたいと思います。まずドアね、このね、取っ手が手動なので、ここはねちょっと好みが分かれるかもしれません。そしてもうドアがすごい長いですよね。さすがクーペっていう感じがするんですけれども、ドアの厚みそれから重厚感ともに、最新の車だなという剛性を感じます。ステッチがですねこういう風に2色で入っていて、こことてもおしゃれですよね。でこのホワイトのアクセントが随所に入っているといったような印象のインテリアです。はい、でシートもですねヘッドレスト一体型風になっていて、ここもおしゃれですしスポーティーな部分です。やっぱりプレリュードってシートにこだわる車っていう感じがするので、この辺はね、前世紀のプレリュードのいいところを取ったかなというような、セミバケット形状になっています。でパーフォレーションもすごく凝っててパターンがねちょっと違うんですよね。こことここと、なんかそこがまたかっこいいところかなと思います。でコンソールの形状こうなってます。さあディスプレイですね、ちょっとちっちゃめです。この辺はスポーツモデルなのでちょっと視界をね邪魔しないようにしているのかなというような感じもします。152キロ航続距離という風になってますけれども、ガソリンがちょっとしか入ってないので、こんな感じになってるかなというような感じでしょうか。フル液晶ディスプレイになっていて、ここはね結構グレデーションになってエモーショナルな感じです。ステアリングは中にステッチがブルーで入っていて革巻きになっている。でこの周りにですね黒いトリミングがあるといったような感じ。それからホンダセンシングはね本当にしっかりしてますので、この辺は ADAS もね完璧なのかなという感じがします。ここはね期待していきたいところです。エアコンのルーバーはですねメッシュになっています。でこれ中でね動くみたいな感じで、シビックとかでも使われてますけど、中のルーバーがあまり見えないようにですね調度品みたいになっているというような美しさがあります。さあそしてですねこれにもねほらねプラズマクラスターが
がついてますね。あとシートヒーターついていたりとかして高級車としてのしつらいもちゃんとあるかなと。はい、そしてですねプレリュード小文字でね P が大文字、あとが小文字で筆記体で入っているというところが4代目以降初めてといった感じになりますね。そしてここに非接触の充電があってですね、おなじみのホンダのこのスイッチです。個人的にはですね、だいぶもう慣れてきたかなとは思うんですけれども、ちょっとここ場所を取るのでそろそろね新しい世代にスイッチしてもいいんじゃないかなと思うんですが、このですねシフトボタン形状ずっと使ってますよね。でこの独立したコンソールが非常にコックピットを思わせるといったような大柄なねものにね、シャフトみたいな、なんかシャフトがありますみたいな感じのことを思わせるようなセンターコンソールになっていると。でここにドリンクホルダーが縦にあるんですよね。でここはちょっとなんか武骨な感じですね。何か隠すとかではなくてもそのままむき出して使ってくださいといったような感じです。はい、グローブボックス小さいですけどこうなってますね。あとはなんか坊主、ホンダなのでおなじみ坊主の、オーディオと、それから後ろがですねこれびっくりするんですけど、これどうなんだろう、後ろ本当にこのまんまなんかね妙にリアシートだけ取ってつけた感というか、こんなに簡素なんだ、前こんなに豪華なのにみたいな、ちょっと割り切りをね感じる部分でもあるんですよね。なんかもうちょっとなんかあってもちょっとプロトタイプなので何とも言えないですけれども、後ろがいきなりファブリックで何にもないっていう、本当にこのまま出てくるのかな。なんかね前豪華後ろ何もないっていう、どうなんでしょうね。ちょっとこの辺は発売の時に見ていきたいかなと思います。だってさこの辺にさサングラスホルダーとかもあってね、全席に比べてほらちょっと期待したいですね。いくらねやっぱりねプラス2といえどもですよ、乗らないにしてもですよ、これ乗ってパッて後ろ向いたら結構がっかりよね。自分で施工でこの効果シラさん50。はい、というわけで今日はこちら歴代プレリュード一気乗り試乗会ご紹介してまいりました。いかがだったでしょうか。私出させていただいているテレビ番組の方でもですね、やはり古いモデルいっぱい乗らせていただくんですけれども、自分でねサーキットで走らせていただくと栄枯盛衰みたいなところが見えてわびさびやなと思い入るところもすごくありました。2025年のね6代目改めてすっごく楽しみです。皆さんもぜひですね続報お楽しみになさっていただきたいと思います。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価で応援してください。自動車ジャーナリストの今井ゆうきでした。バイバイ。